今回はモチベーションの上げ方、そしてモチベーションに対する考え方について解説をしたいと思います。私たちは常日頃から行動を起こして、そしてその行動の結果で成功を手にして、そのためにはモチベーションが必要である。なのでモチベーションを高めれば行動ができて成功を手にすることができる。こういった定型的な成功理論みたいなものを信じて、そして自己啓発の世界ではそれらをいかにストーリーとして皆さんが信じ込めるような、そしてその物語そのものが皆さんの心を躍らせるようなモチベーションの源泉になるような、そうしたテクニックを詰め込んだもの、これらを皆さんに届けて聞かせることによって、モチベーション産業、モチベーションを上げること自体を目的としたそうしたノウハウやセミナー、こういったものがバックをしております。皆さんがモチベーションを上げたいと思うその心理、そしてその先にある行動や成功というもの、この構造が皆さんが思っているような構造ではなく、実は違った形だったというふうに理解すれば、私たちにとってみてモチベーションというものは一体何なのか、そしてそのモチベーションによって私たちはどのように人生を豊かに変えることができるのか、これらについて一通り新しい見識を得ることができれば、また皆さんのモチベーションに対する捉え方という視点が変わるかなと思いまして、今回テーマとして選んでみました。で、これからそれらについて一通り解説を試みてみたいと思います。まず大前提ですけれども、成功、自分自身の今置かれているこの世界観というものを変更しようと思った場合、より良くしていこうと思った場合には行動をする必要があります。行動を何もしない状態でただただ強く願望を持って世界がこうなってくれればいいなということをいくら妄想したとしても、行動を伴わなければ世界は変わらない。これは皆さんはもう十分に痛いほど理解していると思います。これを今までのエピソードの中では、皆さんは映画館の中で映画を見ている観客であると。なので、その見ている映画に対していくら文句を言ったり、苦言を呈したり、希望を口にしたとしても、その映画のシナリオそのものは変わらない。なので、皆さんがやるべきことは、見る映画を変える。その観客である皆さんが席を立って別の映画を見に行くという、より多くのエネルギーを使って、抜本的な思い切った行動の変更をしない限りは、皆さんにとってみて、それほどたくさんの選択肢があるわけではないといったような比喩を使いました。これは視点をより広く持つ必要がある、いわゆるメタ認知として世界を捉える必要があるということの比喩ですね。昨日と同じことを繰り返していて、明日状況が急激に良くなるっていうことはありえないわけです。ですので、日々繰り返していることを少しずつ良くしていこうという形で、昨日と同じことを繰り返していたとしても、大幅な変更というものは見込めないわけです。なので、今までのエピソードで常に強調してきたのは、メタ認知。今の自分の置かれている状況や自分自身の感情だとか考え、思考、こういったものもひっくるめて、もう一人の自分がそれらを捉えて、自分が今何を考えていて、そしてどのような行動をとっていて、それによってこの世界がどう作用されたのか、こういったことを客観的に見る視点を持つことによって、見るべきものを変えるといったことを、このメタ認知の側で、その行動を起こさせるわけですね。なので、昨日までと同じ行動を繰り返すではなくて、抜本的に違う照準を合わせる対象となる情報というものを、どれを拾ってどれを捨てるかといったその基準自体を変更してしまうということになります。拾ってくる情報や捨てる情報というものを私たちは無意識のうちに取捨選択しています。で、この基準となるものが価値観というもので、私たちにとってみて何が重要で何が重要でないのかというのを決めているもの、これらを価値観というわけですけれども、この価値観というものも実は私たち自身もよく分かっていません、という場合が多いですね。なので、自分はこれが好きだこれが嫌いだといったようなことがすぐに簡単に分かるものならいいんですけれども、行動としてなぜかその行動を繰り返してしまっているという場合に、その繰り返してしまっている行動の原因となる価値観というものを自覚していない場合も多いわけです。無意識のうちにその行動をとってしまっていると。理性的に合理的に考えれば、その行動が望ましくないと、その行動を繰り返すべきではないというふうに分かっているけれども、気づくと繰り返してしまっているということも起こり得るわけですね。なので、その多くの場合は私たちは言葉にして明示的に自分自身のことを分かった
つもりでいたとしても、実際には分かっていない場合が多かったり、言語化できない、言語化しきれない感覚みたいなものも実はその価値観の基準の中には入っているわけです。ですので、単純にこれが好きこれが嫌いといったような言語化が簡単な価値観ばかりではなく、より複雑でかつ言語化明文化をしても詳細に正しく言語化しきれないような精緻な感覚だとか微妙な差異みたいなものに関しても、実はそれも価値観として私たちは基準に用いているわけです。ほとんどの場合が実はそうした感覚による価値観というものの方が実際には大きく作用していて、私たちの道徳観とか良識、倫理、こういったものを言語化した上で、自分が例えば人種差別はしてはいけない、そして自分は人種差別主義者ではない、そうしたことは自分の価値観に反しているといったふうに言語化したとしてもですね、しかし実際の行動や実際の自分の反応は人種差別的な反応だとか、そうした言動を無意識のうちにしてしまう場合があるわけです。でこの場合は無意識のうちに自分がそのような行動をとっているということのその微妙な差異や感覚に関しては言語化がしきれない領域だったりしますので、なのでその自分の価値観というものに正しく詳細に全てを記述して、そしてそれらを認識の上で基準として用いていないという、その判断すらも実はかなり難しかったりするわけです。なので私たちは何かを行動するといった時に、その行動によって成功に近づくというその仕組み自体に関しては行動をしなければならないと分かっている。しかし実際に行動に移せないとか、あるいはその望ましいと思っている行動ではない行動をとってしまっている、こういったことが日常的に起こるわけですね。でそれを根本的に解決してくれるであろうと期待しているものがモチベーションというやつです。なのでモチベーションが高ければ行動がたくさんできて、そしてモチベーションが高ければその行動を継続できて、そうなれば成功に近づくはずという、このすごくシンプルな単純なこのメカニズム理論についつい期待してしまって頼ろうとしてしまうわけですね。行動を起こせない人はモチベーションが低いからだとか、そして成功できない人はモチベーションが低いからだとなると、モチベーションが高いかモチベーションが低いか、これが成功を分けるものであり、生まれつきモチベーションが高い人、こういった人が成功する人であろうというふうな理論の誘惑に負けてしまうわけですね。ここでそのモチベーションが高いか低いか、そしてモチベーションを上げるもの下げるもの、こうしたものが一体どういうものなのか、生来的なものなのか、いわゆる生まれた瞬間の遺伝情報で決まってしまうのか、後天的に身につけられるのかみたいな議論がずっとされているわけですね。でここでマインドセットとして、もともとそういったモチベーションが高いというものは遺伝的に決まっているんだといったような才能を中心とした才能主義的な発想、固定マインドセットですね。モチベーションが高い、状態というのは後天的に身につけられるんだと、成長をしていくことによってモチベーション自体も高めることができるんだといったような考え方を持つ成長マインドセット、この2つがよく対立構造として用いられることによって、その成功するかどうかというものも後天的か先天的に持っているものなのかみたいな議論として二項対立としてよく比較されたり、そうしたトピックとして扱われるわけですね。でしかしここで注意が必要なのは、モチベーションというものは成功に近づくためのある種の手段であるという発想ですね。行動をするためにモチベーションが必要であると。ということは、まずモチベーションを高めましょう。それによって行動がしやすくなり、行動が引き起こせるので、そしてその行動を繰り返していけば成功するでしょうという、モチベーション、行動、成功と、この順番になると。ということは、成功にとってみればモチベーションというのはその前段階なので、モチベーションはあくまでも成功を手に入れるための道具であるといったような、そうした捉え方をしてしまいがちになります。でこれはある種の線形な形を取るわけですね。モチベーション、行動、成功といったような、そうしたプロセスとして捉えがちですけれども、実際どうなのかをちゃんと考えてみる必要があります。成功をしてもそれほど幸せではない、例えばたくさんのお金を手に入れたりとか、あるいは高い地位についた人も、自分が本当に手に入れたかったものはこれなのかどうかと疑問に持ってしまうといったような現象が起こることがあります。これは様々な研究からもそうですけれども、社会的な成功、いわゆる経済的な成功やステータス、地位や名誉といったような成功と言われるものを手にしたとしても、本人が幸せだと感じているかどうか、それを求めていたのかどうかということが必ずしも一致しないといったことが起こるわけですね。これは成功の定義というものが社会的な評価だとか自分の外的なものに対して評価の基準を置いてしまった場合には、そのようなことが起こるわけです。
で、一方で内的なものでの成功というのはどういうものかとなると、自分が求めていたものはこれなんだというそういったものを満たしていれば内的な成功というものが実現できるわけですね。この内的な成功って何なのかと言いますと、実はこれがモチベーションなわけです。外的な評価、お金だとか地位だとか名誉だとかといったような自分たちのアウトプットで、かつそれが表面的に見えるもの、そしてそれが他者から見てもそうであるというふうに認められるもの、こういったものを成功だと思いがちですけれども、本当の真の成功というのはそうではなくて、内的なもの、それがすなわちモチベーションなわけです。ということは、ここで話が逆転してしまうわけですね。モチベーションが実は私たちにとってみて成功なんです。モチベーションそのものが実は成功であると。これはモチベーションによって成功がもたらされる、外的な成功をもたらされるという、このような内的なモチベーションから行動が伴い、そしてその行動の結果、外的な成功というものが手に入るという、この線形な関係性構造ではなく、内的なモチベーションが実は最終的なゴールであると、目指すべき目標であると考えると、モチベーションを高く行動したいというその欲求と、実際にモチベーションが上がって日々モチベーションが高く生活ができている、実はもうこの時点で実は本来得たいものが得られてしまっているわけです。そういう意味で多くの人が自己啓発産業にはまってしまう理由は、自己啓発のセミナーだとかそうした教材を買ったりとか本を読んだりすると、その一瞬はモチベーションが上がりますよね。となると、外的な評価だとか外的な成果、他者から見てちゃんと評価されるような客観的な成果みたいなものがなくとも、自分の内なる動機、モチベーションが上がるだけでもその目的は達成されるわけです。しかしそのモチベーションが維持し続けられるかどうかというのが大事なわけですね。なので自己啓発産業というのはモチベーションを一瞬引き上げるわけですけれども、それが短期的なのですぐにそのモチベーションは消えてしまいます。なぜならそのモチベーションを維持できるメカニズムがないからなんです。なのでモチベーションがあるから行動ができて、行動ができるから成功が手に入るという形ではなくて、モチベーションを維持し続けるためのサイクルが必要なわけですね。なのでモチベーションがあるからではなくて、その逆で行動やあるいはその自分の成果として出したアウトプット、これらが他者から評価をされたり、自分自身の目で見てその評価自体を自分で評価して自分自身で認めることができた。でこれは他者からの評価というものは自分の中の他者からの評価という形を取りますので、最終的には全てが自分の中なわけですけれども、内面化された他者と言いますが、その他者からの評価十分であるということは、これは全てが自分の中で完結することなわけですね。となれば自分自身が自分がやったことを評価できるというふうに信じ込み続けられる状態をサイクルとして持てれば、モチベーションをある程度は維持できるわけです。それでも自分が納得できるような、自分が認められるような成果が出続けるわけではないので、なのでその場合はモチベーションが下がったりすることもありますが、大事なのはモチベーションが上がったから行動ができるではなくて、行動をしてそして何らかのアウトプットをして、自分がそのアウトプットから得られる評判だとか社会的なステータスだとか経済的な成果をそれによって評価されたと感じるかどうかによってまたモチベーションが上がるというサイクルを取る。このメカニズムにまず傷がつかなければ、その最終的な目的や最終的なゴールというものを定義し間違えているという恐れがあります。この定義し間違えていることの何がまずいかと言いますと、自己啓発産業の餌食になります。自己啓発産業はその外的なアウトプットとしての成果やいわゆる成功というものの定義を外的なものとして定義しがちな皆さんに対してそこの是正をすることもなく、その成果を手に入れたいといったようなその欲求で定義されたものをそのまま持ち込んで、そして一時的に皆さんのモチベーションを上げることによって、皆さんにとってみて本当のご褒美、欲しいと思っているゴールはモチベーションですので、もうその瞬間にモチベーションが手に入ってしまった。すると皆さんは大きな満足感を得るわけです。しかしそれはさっき言ったサイクルになっていないので、モチベーションが上がったとしても、そのモチベーションを維持し続けるだけのサイクルを取らなければ、そのセミナーから日が経ったり本を読んでからまた時間が経ってしまうと、そのモチベーションは瞬く間に下がってしまいますので、またそのモチベーションを上げてくれた対象を求めてしまうということが起こるわけです。それによって自己啓発産業は何度も何度も皆さんをリピーターとして確保し続けることによってビジネスとして成長することを目的としてしまっているわけですね。なので大事なのは、皆さんが求めているもの、この成功というものは何かというと、実はモチベーションというものが最終的には皆さんにとってみての報酬になるわけです。
皆さんにとってみて追い求めるものになるわけです。モチベーションにつながる行動や成果というものを求めていくというこのサイクルをいかにうまく作れるか、そしてそれをいかに維持できるかということを考える必要があります。なのでここでメタ認知というものもまた重要で、自分が何によってモチベーションを得られているのか、そしてそのモチベーションを上げるためのアウトプットや成果というものはどういうもので、そのアウトプットや成果を自分はどう捉えているのか。ここでいう自分というのは内面化された他者も含みます。自分が思っている他者ですね。なので例えば上司に認められたいと思った場合に、上司があなたのことをどう評価しているかということをあなた自身がどう思っているかということですね。これは究極的には他者が何を考えて何を感じているかというのは私たちは絶対に知ることはないわけです。なのであくまでも推測として他者の行動だとか表情だとか言葉から推測するわけですね。なので褒められたとなったとしても、本当に本心から相手が褒めているのかどうかは究極は分からないわけですが、その表情や言いぶりやその人の今までの関係性の中からのその人の話し方の癖だとか、そういったものから推測をしていくわけですけれども、それはいわゆる自分の中で内面化された相手なわけです。なので全ては自分の中にあるわけなんですけれども、それが自分を評価した際に信じられるかどうか、そしてそれが誇らしく思うのかどうか、そこにかかっているわけです。なので内面化された他者というものを誰もが持っていて、そしてその他者からの評価で自分を評価しているというメカニズムがあるわけです。なのでその内面化された他者に評価されるということにあまりにも重心を置きすぎている場合には、それが経済的な成功だとか社会的なステータスだとかアウトプットに対する評判だとかというものに大きく依存する、そうした心理的な構造になってしまうわけですね。内面化された他者なんだということに気づいてしまえば、それも結局は自分じゃないかと、自分の内側にある自分の想像上の他者というものが自分を評価しているだけにしか過ぎないということにいち早く気づくことができれば、もはや他者の評価を基準にして考えるではなくて、自分の価値観に照らし合わせてどう感じるかの方に集中できるわけですね。これが他者の評判を気にするなというすごく短絡的なアドバイスになってしまうわけですけれども、真意としては結局は他者からの評価が自分が何をするかしないかということを左右しているというこのメカニズム自体が実は自分の中で起こっていることでしかないと。これは一生出れない映画館の中で観客として座っているあなたに対してスクリーンに映っている上司が何かを喋ってきたとしたとしても、実はその映画館とその投影機、後ろからそのスクリーンに対して投影している投影機そのものもあなたなので、そのスクリーンに映っている上司が何かを言ってきたとしても、それをどう解釈してどう受け取って、そのスクリーンにどういうふうに投影しているか自体もあなたが決めていることというふうになるということですね。なので相手がどう感じているか、相手がどのように思っているかということを解釈するのもあなたなので、最終的には究極的にはあなた自身が全て決めていることになるわけです。これが内面化された他者を理由にして他人に何かを言われたからとか、他人が評価をしてくれないからということを理由にしたとしても、しかし根本的には他人が評価をしてくれないというふうに解釈しているのも自分なので、そのように解釈する自分に問題があるというふうに内面化された他者を存在として把握することができれば、それがメタ認知が効いている状態ということになります。ですのでメタ認知を効かせることがいかに有益かというその効果に関しては、自分がモチベーションを上げ続ける、モチベーションを維持し続けるためにも、自分がどのような行動やどのような成果というものを持ち出せば、自分がそれをちゃんと自分自身で評価をして、また高いモチベーションを維持できるのかというメカニズムのその構造のあり方について俯瞰して考えることができる、見ることができるわけですね。ですので実はモチベーションそのものが目指すべきゴールや目標なわけです。なのでモチベーションというのはさっき言った通り、そのピンポイントで得られる報酬ではなく、この流れが止まらずにずっとサイクルとして回り続けることによってモチベーションが維持され続けるわけですから、流れとしてモチベーションを維持できる仕組みが大事なわけですね。ですのでピンポイントでモチベーションというものを手に入れようとするのではなくて、その流れを作ることを目的としてみてください。これを心理学的メカニズムとして説明を試みたのがチクセント・ミハイが言ったフロー状態だとか、あとスポーツにおけるゾーン、こういったものがそのモチベーションのメカニズムとしてよく心理学の中だと言われることですけれども、何かに集中をしている、何かに対して行動やその行為そのものによって喜びや楽しみを得られる、モチベーションを得られること、そもそもその状態自体が本来の
生きていく上での幸せを感じる目的なんじゃないかというその視点の転換を提唱したのがそのフロー状態というものを提唱したチクセント・ミハイの新しい視点なわけですけれども、私たちはとかくそのアウトプット、自分が生み出したものや社会的なステータスや他者からの評判、こういったものが成功だと考えがちですけれども、しかし私たちがなぜそれを求めてしまうかというと、それを求めた後にモチベーションが上がるだろうと推測するからですね。となると本当に欲しかったのはその成功したことによって自分の中で湧き上がるであろうモチベーションが実は欲しかったわけです。なのでモチベーションを先に上げてしまうことによって行動が引き出され成功して、そしてその後またモチベーションが上がって、そして行動が起こしてっていうふうにサイクルとして回らなければならないんですけれども、そこを間違えてしまってモチベーションを先に上げれば行動ができて、そして成功できるんだというこの線形の形だと思ってしまった場合は、初めにモチベーションをガッと上げられてしまうと、もうそれで満足してしまうわけです。そうなるとその後の行動にというふうに進んだところで、一回行動しただけでは成功というものはすぐに手に入らないので、なのでモチベーションが高い時に行動しましたとなっても結果が成功と思えるような成果が出なかった場合にやめてしまう。すると次なるモチベーションは湧いてこないわけです。なのでモチベーションが1回きりのチケットで終わってしまうということが起こってしまい、そしてまた自己啓発的な動画を求めて見てしまったりとか、セミナーに参加したりとか、その類の書籍を買っては読んで、またそうしたコミュニティだとかオンラインサロンだとかに入って自分のモチベーションを上げてくれる類のものを探し求めてしまうということが起こるわけですね。これは自分自身でそのサイクルを作りきれていないので、リニアな線形の構造として捉えてしまっている、その構造になってしまっているので、一発目のモチベーションを上げるというものを外的な全然別のものから提供を受けなければいけないということを繰り返すわけですね。でそうなるとそのモチベーションを上げるというところにより多くの時間やリソースというものを費やされることになりますので、時間としてももったいないですし、あとはそこにお金を投じていけばいくほど、本来であればそのサイクルを回すために使えたはずのお金をそのモチベーションを上げるという一番スタートのところばかりで使わされる羽目になりますので、お金の使い方としてもあまり良くない使い方になるわけですね。でそれによって自分自身のモチベーションを自分の行動や成果で上げるという本質的な上げ方ではなくて、外的なものに頼って上げられるモチベーションというのはだんだんと麻痺してきて依存するようになります。すると多少のそうした動画やセミナーを受けたぐらいではもうモチベーションが上がらなくなってくるという麻痺状態になってくるわけですね。なのでこれをモチベーション廃人といった形でモチベーションを上げるようなことをずっとしていれば、それを求めるばかりで結果が全然ついてこないというような状態にはまっていってしまうわけですね。なのでモチベーションを上げる際には、そのモチベーションを上げてから行動しようではなくて、行動をしてそして成果や何らかのものが手に入る際のどんな成果が手に入れば自分はモチベーションが上がるのかということを俯瞰してちゃんと分析をして理解しておくことによって、成果そのものが他者からの評判だとか社会的ステータスに関して自分がどう思うのかというこの形式に気がついた上で分析をしてみるという視点、ここにメタ認知が必要になりますので、それをまずした上で自分がモチベーションというものをその後に得られるというふうに行動してみるといいんじゃないかなと思います。ですのでモチベーションが上がったから行動をするではなくて、行動をする、そしてその行動の仕方によってモチベーションが上がるといったふうに考えれば、まず行動といったように捉えることができると思います。見ている映画が気に入らないのであれば、その席から立ってかなり思い切った決断で、周りからも変なやつと思われたり、そこに投じた今までの時間やお金がもったいないんじゃないかというふうな、サンクコスト効果といって投じたお金を自分の判断を切り替えることによって損するんじゃないかといったような心理的な負荷がかかりますが、しかしそれぐらい行動を変えないと得るものはありませんので、ですので行動がまず先だという発想でモチベーションというものをその先に得るものとして考えてもらえればいいんじゃないかなと思います。そういう意味では重要なのはモチベーションの高い人生がいかに幸せか、そして私たちが求めているのは実はそういう人生なわけですね。なので本当に欲しいのはお金や地位や名誉やステータスではなくて、実はそこに至るまでのプロセスとしてモチベーションが高くそれらを実現できているという、そのプロセスを含めたそのサイクルが私たちが実は本当は求めていたことであるという、その構造自体の捉え方の発想の転換によって望む幸せな人生というものが得られるんじゃないかなと思います。ですので何が幸せかというのは他者から見てもよくわからないというのが本当の評価で、自分がどう感じているか
というところが究極的には得られるものかなと思います。その映画を見て自分が何を感じるかというのが一番重要なわけですね。それによってその映画自体がいろんな自分が思うような展開にならなければ、またその映画の展開になるように自分の行動を変えていけばいいわけですから、そうした視点でモチベーションというものを捉えてもらえればいいんじゃないかなと思います。私の著作超える技術、まだ読んでない人は Amazon でポチって買って読んでいただければと思います。それ以外にもいくつか書籍出してますので、好きなものがあれば買って読んでいただければと思います。本日もお疲れ様でした。